皆さん今日も一日お疲れ様です。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日は日常の中にある小さな違和感から日本語の考え方を少しだけ覗いてみたいと思います。皆さん、突然ですが、パンツって日本語でどう数えるか知っていますか？パンツは1枚、2枚と数えます。では、ズボンはどうでしょうか？ズボンは1本、2本です。同じ服なのにどうして数え方が違うのでしょうか？ここで少し立ち止まって考えてみてください。もし自分が日本語を初めて勉強していたら、この違いをどう説明するでしょうか？形でしょうか？それとも使い方でしょうか？あるいは覚えるしかないものでしょうか？すぐに答えが出なくても大丈夫です。むしろ日本語はその少し迷う感じをそのまま残している言語かもしれません。そして日本語にはもう一つよく知られている言い方があります。パンツ一丁で歩く。この一丁は先ほどの一枚とは役割が違います。ここで大切なのは、一丁は物を数えているわけではないということです。パンツ一丁で歩くというのは、パンツだけを身につけている状態。つまり、ほとんど裸に近い状態を表しています。では、この一丁はどこから来たのか。一つの考え方として、昔の日本の服装が関係していると言われています。パンツが広まる前、日本ではふんどしというものが一般的でした。そしてこのふんどしは一丁、二丁と数えられていました。丁という言葉にはそれ一つだけ身につけている。あるいはそれだけで一式になっているというニュアンスがあります。ふんどし一丁という言葉が残り、時代が変わってもパンツ一丁という表現として使われていると考えられます。このように言葉は意味だけではなく、その言葉が使われてきた時間や生活も一緒に残していくものです。今使っている言葉の中にも気づかないだけで昔の習慣や考え方がそのまま残っていることがあります。ここから少し日本語の基本的な数え方のルールを見ていきたいと思います。日本語では物を数えるときに助数詞を使います。英語では1、2、3と数えることが多いですが、日本語では対象によって数え方が変わります。ただし完全にバラバラというわけではなく、いくつかの大きなグループがあります。まずはその基本をゆっくり確認していきましょう。一つ目は平たいものです。
これは枚で数えます。例えば、紙、シャツ、切符、カード、お皿、チケットなど、重ねることができるもの、広がりがあるものと考えると理解しやすいです。ここで少し想像してみてください。机の上に紙を何枚か重ねておくイメージです。この重ねられる感じが枚という感覚につながっています。二つ目は細長いものです。これは本で数えます。ペン、傘、木、ボトル、ケーブル、道、橋なども文脈によっては本で数えます。本という漢字はもともと木の根元を示す言葉ですが、助数詞としては細かくて長いもの、あるいは一本の線としてイメージできるものに使われます。ここで少し考えてみてください。ペンや傘だけではなく、映画や電話も一本と数えることがあります。これは後でまた出てきますが、日本語では形だけではなく、流れも一本として捉えることがあります。三つ目は生き物です。基本的には引きを使います。犬、猫、魚、小さな動物などです。ただし大きな動物になると頭を使います。牛や馬は一頭と数えます。これは単に大きいというだけではなく、家畜や資産として管理されてきた歴史が関係しているとも言われています。つまり数え方には人との関係性も含まれていると言っても過言ではないでしょう。四つ目は機械や乗り物です。車、電車、バイク、コンピューターなどは台で数えます。これは動くもの、機能を持つものというまとまりです。ここでも単なる形ではなく、役割が基準になっています。五つ目は鳥です。鳥は一般的に羽と数えます。これはとてもわかりやすく、そのまま羽という特徴が助数詞になっています。ここまでが日本語の助数詞の基本的なルールです。ここまでは比較的整理しやすい内容だったと思います。しかし、日本語が面白くなるのはここからです。例えばズボンは一本と数えますが、畳んでしまえば平たいものにも見えます。それでも一枚ではなく一本です。つまり日本語は見た目だけではなく、そのものの使われ方やイメージも含めて数え方を決めています。ズボンは足を通して使うもの。立体的に体に沿うものとして認識されているため、本として捉えられているのかもしれません。同じように生き物でも見方によって数え方が変わります。魚は通常一匹と数えますが、料理や釣りの場面では一尾と言います。尾は尻尾を意味する言葉で、
魚を一つの個体として捉えるニュアンスが含まれています。同じ魚でも生き物として見るのか、食材として見るのかで数え方が変わります。ここで少し立ち止まって考えてみてください。私たちは普段物をただのものとして見ているでしょうか？それとも状況によって見方を変えているでしょうか？日本語の数え方はその見方の違いをそのまま言葉にしているようにも見えます。そして日本語の助数詞でよく知られているのがうさぎです。うさぎは1羽と数えられることがあります。もちろんうさぎは鳥ではありませんが、この背景には歴史的な考え方があります。昔の日本では四つ足の動物を食べることを避ける文化がありました。今、私昔と言ったんですが、実は私の両親も鳥や魚しか食べません。時々豚肉や牛肉を食べることがありますが、基本的には四つ足の動物を食べることを避けています。しかし当時の日本には様々な事情があり、うさぎを鳥に近い存在として扱う考え方が生まれたと言われています。みんなやっぱりうさぎを食べたかったんでしょうね。そしてこの説が広まり、羽という数え方が残ったと考えられています。ここには人間の価値観や生活の工夫がそのまま言葉に残っている様子が見えてきます。ここからはもう少し変わった助数詞を見ていきたいと思います。イカは一杯と数えます。これは酒の杯に盛られていたことに由来すると言われています。食べ方や盛り付け方がそのまま数え方になっている例です。タコも同じように一杯と数えられることがあります。器に収まるような存在として捉えられているとも考えられますね。さて、のれんは一筋と数えられることがあります。細く垂れて連なる姿から筋という言葉が使われているようです。また、一筋の光とかね、一筋の涙っていう言葉もあると思いますが、そういった感覚と同じかと思います。ここでは形だけではなく、流れや連続性が意識されています。さて、神様は何と数えればいいか皆さんわかりますか？神様は一柱と数えます。それは神が建物の柱に宿ると昔の人が考えていたからです。また人と同じ数え方を避けるために使われていたとも考えられています。言葉の中に敬意が含まれている例です。そして、寿司は何と数えるでしょうか？寿司は一貫と数えます。一貫はもともとは重さの単位だったそうですが、江戸時代の屋台文化の中で、寿司一つ一つを価値ある単位として数えるようになりました。ここでは単なる数ではなく、価値やまとまりが数えられています。ここで少しまとめてみたいと思います。日本語の助数詞には大きく分けて3つの視点があります。形で見る、使い方で見る、そして文化や価値で見る。この3つが重なり合って、現在の数え方ができています。最初の疑問に戻ります。パンツは1枚、ズボンは
一本。そしてパンツ一丁で歩くとも言う。同じものでも見方や状況によって言葉が変わります。うさぎは一羽、魚は一尾、イカは一杯。それぞれに理由があり、その理由は必ずしも一つではありません。もし助数詞が難しいと感じたら、すべてを暗記しようとする必要はありません。まずは平たいものは舞、細長いものは本、小さい動物は引き、機械は台といった基本を覚えて、そこから少しずつ例外に慣れていくことが大切です。そしてその言葉がどうして生まれたのかを想像してみてください。そこに日本語の面白さがあります。皆さんは最初にパンツをどう数えると思いましたか？そして皆さんの言葉にも面白い数え方はありますか？よかったらコメントで教えてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。皆さん、それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。